今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。皆さんは鳥山がすべて釣れると思っていませんか？実はそうとは限らないんです。鳥山を狙うといつも自分だけ釣れない。こんな経験ありますよね。この動画を見て鳥山で確実に釣り上げられるように一緒に学んでいきましょう。ということで本日の結論です。慌てない。今回は鳥山だけでなく鳥そのものにも少しだけフォーカスを当てていますので最後までご覧ください。それでは本日の目次です。鳥山とは、鳥山は何の鳥？鳥山の狙い方。鳥が釣れてしまったら、鳥に魚を取られない方法。動画の最後には特典パートとして現在人気の鳥をご紹介しますので楽しみにしていてください。皆さんは鳥山と聞いてその現象を説明できますか？鳥山とは魚群の上をカモメなどの海鳥が多数群れをなして飛び回ることを指します。つまり海鳥が海水面付近に大量に集まっている状態は魚の大群がいることを意味し、釣りには絶好の目印となるわけです。しかしここで一つ重要な解釈があります。それはその鳥の群れ自体も鳥山と呼ばれるという解釈です。ですから全ての鳥山が魚についているわけではないということになります。そして海鳥がただ海面に浮いている状態の鳥山は非常に判断に迷います。なぜならただ単に休んでいるのか、これから魚が上がってくることを察知して待機している状態なのか、見ただけではわからないからです。釣りには欄岸という言葉があるように、一つの場所に固執すると釣れないケースが多いので、このような状態は気にしない方がいいと思います。ところで鳥山には何という種類の鳥が集まっているのでしょうか？代表的なところをいくつかご紹介いたします。まずはカモメです。カモメは越冬のために日本に飛来する渡り鳥で、春や夏になると日本を離れてしまいます。次はカモメとよく似た鳥でウミネコです。ウミネコは北海道、本州、九州、伊豆諸島の沿岸に生息する流鳥です。この渡り鳥と流鳥の違いから海で見かけるほとんどが実はウミネコで、カモメは見かけることが少ないそうです。いろいろな場面でカモメをモチーフにしたものがあるのに、実はカモメがほとんどいないというのは意外ですね。そしてウミネコは夏から秋にかけて魚を追って移動するので、漁師さんには昔から漁場を教えてくれる鳥として大切にされてきました。ウミネコは名前の通り、ミャーミャーと猫のように鳴くため、ウミネコと名付けられています。カモメとウミネコは非常によく似ていますが、見分け方のポイントはくちばしで、カモメは黄色一色、ウミネコは先端が赤色となっています。今度海に行かれた場合はじっくりと観察してみてはいかがですか？最後は暖かい海域に生息するカツオドリです。なぜカツオドリかというと、カツオを食べるからカツオドリではなく、カツオに追われた小魚を狙いに集まるため、カツオなどの魚群を知らせてくれる鳥というのが由来だそうです。小魚を取るために海に勢いよくダイブするシーンで有名なのはこのカツオドリですね。それでは鳥山に遭遇した場合はどうすればいいのか。まずは深呼吸して落ち着きましょう。よくあるのが準備ができていない状態で鳥山に遭遇してルアーの結束が不十分なままキャストしたり、慌てて投げてライントラブルを起こして結局投げられないという状態です。ですからまずは落ち着きましょう。それだけで8割は釣れたようなものです。では次にどのように攻めると効果的か解説します。鳥山は表層で小魚がバシャバシャしているので、どうしても表層を狙いがちです。そこで使ってもらいたいのがジグやトップ系のルアーではなくミノーを使ってみてください。そのメリットは水面から飛び出さない、リップのおかげでギリギリまで巻ける、ミスアクションが少ない、トゥイッチさせることでよりリアクションバイトに持ち込める、鳥に狙われにくいことが挙げられます。鳥山を見るとテンションが上がってルアーを早く巻きすぎてほとんど海中を泳いでいないということがあります。
確かにそれでは釣れませんよね。ですから、まず落ち着くこと、そして浮ついた気持ちに関係なくしっかりと海中を泳いでくれるミノを使うことで確実に釣果につながってくれるはずです。そして釣りをしているとどれだけ気をつけていても鳥が釣れてしまうことがあります。その場合の対処法をお伝えします。間違ってもすぐにラインを切るようなことはしないでください。そのまま残ったラインやルアーが鳥に絡まると死んでしまうことになってしまうので、慎重にリールを巻いて寄せましょう。もしタモがあるならタモですくってください。そうすると余計に暴れられなくて済みます。その後は鳥は歯があるわけではないのですが、噛まれるとそれなりに痛いのでタオルを用意して躊躇せずにくちばしを掴んでしまいましょう。そして頭を後方から掴むように持ち替えるとルアーなどが外しやすいです。ルアーなどを外した後はゆっくりと離してあげます。初めて鳥が釣れてしまうとどうしていいかわからなくて焦ってしまいがちですが、一番苦しいのは鳥なので、決して鳥にラインやルアーが残ったままにならないように慎重に行動しましょう。以前の動画で猫に魚を取られない方法を解説しました。こちらの動画も釣りマナらしくとても勉強になる動画なので、ぜひご覧ください。そしてこれまでカラスにコンビニで買った商品が入った袋を破られたり、持って行かれたりしたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし残念ながらこれを防ぐ画期的な方法はありません。カラスは頭がいいので、コンビニの袋などはリュックやタックルボックスにしまうなどして視覚に入らないようにしないとすぐに持って行ってしまいます。食べ物ならまだ諦めもつきますが、車の鍵や財布を持って行かれた日には目も当てられませんので、必ずジップやバックルなどで閉まる場所に隠しましょう。そして特にサーフの釣りで危険なのがトビです。例えばサーフでおにぎりを食べていたらいきなり取られたという経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。トビは音もなく突然接近してくるので心臓に悪いし、何より爪が鋭いので怪我をする恐れもあります。ですからサーフのような開けた場所で食事をする際は周囲に注意しましょう。鳥山は釣り人であれば一度は遭遇したい夢のような瞬間です。しかしながら全ての鳥山が釣れるわけではないので、海上に漂っているだけの鳥山などは早々に見切りをつけて次のポイントに移動することも考えます。もし鳥が魚を取っているような鳥山に遭遇したならば、深呼吸して落ち着いた後にミノを投げてみましょう。そうすれば鳥山で確実な一尾を手にすることができるのではないでしょうか。それでは特典パートです。今回は鳥つながりで人気の鳥をご紹介します。それはシマエナガという体重わずか 8g しかない白くてぬいぐるみのような可愛い鳥です。シマエナガは北海道にしか生息しておらず、法律により飼育は禁止されています。しかしながらその愛くるしい姿から非常に人気で、チャンスがあるならぜひ直接見てみたい鳥ですね。釣りって学べるにはディスコードを使った釣りコミュニティ釣りシティがございます。ありがたいことに450名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらにディスコードでは釣りだけでなく料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。